皆さんこんにちは、ゆかです。今日は竹内涼さんが監督を務めた映画を見に行きます。数日前に本人からメッセージをもらって、急遽舞台挨拶を見に行くことにしました。久しぶりに会えるのが楽しみです。アイドルの撮影会のような雰囲気。私も並ぼうかと思いましたが、長蛇の列で諦めました。とりあえず映画を見に行きましょう。すげえ、ゆかさん、もう変わっちゃったよ。こんにちは。日本語でいいの？もちろん日本語でお願いします。こちらの方、皆さんご存知ですか？大家好，我是周内亮，来自中国南京的一位日本人。よろしくお願いします。もうね、友達なんですよ、前から。もうそうなんです。今日7年ぶりで。7年ぶり。はい。いやー、変わってない。相変わらず綺麗で。全然老けてない。7年経てばさすがに。いや、変わってない、本当に。ツームと一緒。まさかしかも YouTube やってるなんて全然知らなかったから感動しました。言ってないからね。2017年まで私は仕事のために南京に住んでいて、そこで竹内さんのご家族と知り合いました。一緒にライブ配信をしたり、何之門の番組「我住在这里的理由」に出演したりしました。こうして振り返ってみると2人とも若い。本当に懐かしいです。かつて南京にいた3人が集まってる。はい、そうそうそう。こちらの女性もご存知の方いらっしゃる。なかなか珍しいよ。南京にいた日本人。我住在这里的理由の之前做过主持人的柚子。そうですね、主持人をしていた柚子さんです。柚子何やってるの今？今普通に働いてます。綺麗になったね、柚子。なりました？本当ですか？ちょっと適当に言ってると思って。言ってないから。とりあえず言ってないから、本当に。変わってない。変わってない。そういうとこ変わってない。チャラい、ずっとチャラいの前ですけど。なんで私が今日ここに来たかっていうと、はい、そう、ちょっと竹内さん。これ映画、今チラシがないんだ。ちょっと待ってくれ。あ、素晴らしい。素晴らしい。はい。このね、再会長江という映画を撮りまして、知ってる長江ってね、アジアで一番大きな川なんですけど、10年かけてこの6300キロ全部取りまして、一本の大河を通してね、このね、はい、中国の10年の変化を見つめるという大作ドキュメンタリーでございます。こんなチャラいんですけど、一応監督やってます。よろしくお願いします。ね、チャラさの奥に実はそういう真面目さを秘めた。そうだね。で、さっき私見てきた感想。本当に感動した。純粋に本当にいい作品と思った。あとなんか結構竹内さんってなんかこう、なんだろう、普通の人たちの生活を普通に撮るじゃないですか。まあそうですね。そうなんかそれがすごいいいなと思って、なんか自分の撮りたい絵とか、なんか撮りたいセリフとかがなんかあんまり見えない感じで、ただついていって本当にただ撮ってるって、なんかそれがいいと思う。作為的な感じがしないってことですね。あ、そう。ナチュラルな中国。まあそうですね。やっぱどうしてもその日本のメディア上に出てくる中国ってやっぱり目的があるんですよ。光栄が来たいとか悪く言いたいとか悪く言いたくないとか何でもあるんですけど、やっぱ目的がどうしてもある。描く人の作為的な方向に行ってしまうので、僕はそれを排除したかったので、なるべくどっちの方向にも行かないように心がけて作りましたなんてね、真面目なこと言っちゃったよ。こう帰ってきてから来たことあるんですか？1回も帰ってなくて。1回もないの？そう、なんだろう、だから1、2年は東京住むのが初めてだったから、東京の生活がすごい楽しくて、でまあ新婚だし、新婚生活も楽しかったし、でまあ良かったんですけど、でもそのまあ3年目ぐらいになんかそろそろ1回中国行こうかなとか思ったら、コロナでなんか気を逸してしまった感じで、コロナ後にもう1回行きたいなと思ったら、なんかビザが結構厳しいから遊びに行きます。南京に来てください。なんか会社のビル変わったんですよね。変わりました。前の番号集みたいなとこじゃなくて、いつの番号集の話、多分一番古いやつです。来たことある。めっちゃちっちゃい、これぐらい、本当これぐらい。トイレ行くの大変なんですよ。そう。そこまでちっちゃくはなかったかな。結構ちっちゃく。一番ちっちゃいやつですよ。あれ一番ちっちゃい。ゆかさん来たのそうだよ。あ、そうか。そう。だいぶ大きくない？でも部屋3つぐらいあったよ。3つ？あ、2つじゃないかな。ないよ。2つかな。なんか広いフロアでみんながこう机並べてるとこと、
あとなんか隣でもう一個部屋があった。ガラスの間、奥の違うかな。ああ、いやでもちっちゃいです。もうだいぶ大きくなったんで、ちょっと見に来てください。あ、それに行きます。はい。はい。ということで今、竹内さんと少し喋って駅に戻ってきました。そこが有楽町駅です。まだちょっと時間があるので、ちょっとこの辺を散歩しましょう。ここは東京国際フォーラムです。建物がね非常に特徴的で、東京にある有名な建築物の一つですね。いろいろな展示会とかイベントなどが行われます。なんかここのどこかにナキ竜の場所があったと思うんだけど、どこだったろうか。なんか以前ね建築関係の本を見た時に、ね、書いてたんです。どこでしょう。ちょっと受付で聞いてみましょう。そういった作りになってるかちょっと分かりかねますが、エスカレーター降りていただいて、はい、中央左手の橋のような通路ございます。そちらがドラゴンブリッジと呼ばれています。ああ、そうなんですね。はい、この降りて中央左手。分かりました。ありがとうございます。ナキ竜というのは建造物の特定の位置で手を叩いたり太鼓を打ったりすると、その音が反響してまるで竜が鳴くように聞こえるというものです。日本で特に有名なのは日光東照宮の薬師堂です。昔読んだ建築関係の本によると、国際フォーラムにもナキ竜現象が体験できる場所があるというのですが、どうやら内装が変更されたため、今はもう以前のように響かなくなったようです。あの人何やってんだろうという周りの視線が若干痛かったです。じゃあ外をちょっともう少し散策しましょう。さっき映画を見た建物はあちらです。ビッグカメラの上8階にあります。左の東京交通会館、パスポートセンターがありますね。私は何回もパスポートのためにここへ来ました。この右手側が有楽町の駅です。そうだ、ここ美味しいパン屋さんがあるからちょっと買って帰ろうか。トリュフベーカリーというトリュフを使ったパンがあります。すごく美味しいんですけど、どうかな。あ、めっちゃ並んでる。買いました。トリュフのパンも有名なんですけど、他のね普通のパンも美味しいです。おすすめです。さて今何時？もうすぐ6時だね。さあそろそろ帰りましょう。見て、あそこなんか立ち飲み屋さんみたいなのができてる。あそこいつもねイベントをやってて、時期によってはこう野菜とか食べ物を売ってたり、あるいは何か、台所用品販売してたりとかします。今はビールの立ち飲みができるスタンドみたいになってますね。さてパンを買って今皇居の方向に歩いています。あと駅の周辺はすごく賑やかなんですけど、こっちの方に来るとかなり落ち着いた雰囲気になります。
オフィスビルとか商業ビルが集まっているエリアです。ここは丸の内中通りです。両側にね、お店とかレストランがあります。この辺はね、かなり静かで散歩するのにいいですよね。はい、ではそろそろ帰ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。